振り返って勉強に非常に必要だった点が5つあると思います。ロバ缶が始まるよ。 Country road, take me home to a place. Na, na, na. 皆さんこんにちは、ロバです。よろしくお願いいたします。僕の日本語はまだまだ上達しないといけないにもかかわらず、一瞬だけ、自慢させていただいてもいいですか？一瞬だけお願いします。いいですか？日本語能力試験の2級に合格しました。合格条件は各区分で19点以上、総合90点以上得点することです。それに紹介の試験に満点取れました。マネージャーさんに言われた通りにロバの耳のおかげですね。日本に引っ越してきたのは、去年令和3年の3月です。しかも、4年前までは日本語どころか日本について何も知らなかったんです。漫画を一冊も読んだことがありませんでした。日本語を学びたい方や、外国語を勉強したい日本人にとって面白いかもしれませんので、どうやって学校に行かず日本人の彼女と付き合わず、日本語を覚えたというか日本語能力試験の2級に受かったことについて説明させていただければと思います。何の言語を勉強するにも必要な5点を伝えますので、ぜひぜひ最後までご覧ください。4年前思ったのは、できるだけ勉強してみようかな。訪日の際、レストランとかで日本語で注文できたらいいなということです。こんな風に、気軽に独学で勉強を始めました。1年半くらい一人で勉強して、9ヶ月週に1回フランスで、日本人の先生に教えていただいて、その後、独学でもう少し勉強してから、日本に引っ越してきました。何ヶ月か経ったら、試験を受けようと思って6ヶ月間月に数回先生にご指導いただきました。はじめに独学だったと言っても最初から先生に習ったとも言えます。無料でフランス語で日本語を教えるCours de Japonaisというジュリアン・フォンタニエ先生の YouTube チャンネルを見ていたからです。日本語を教える YouTube チャンネルといえば、外国人がよく知ってしまう5つの、日本語の間違いみたいな5分の動画を想像するかもしれませんが、ジュリアン・フォンタニエ先生の動画は本物の授業です。授業ばかりか宿題もさせてくださいます。日本人の皆さんすみません、ジュリアン・フォンタニエ先生の話をしたら一旦フランス語で話させていただきます。Les Français et les Françaises. Si vous voulez apprendre le japonais, foncez. Ce que nous offre Julien Fontanier, c'est juste vraiment extraordinaire. On peut commencer à apprendre le japonais gratuitement en partant de zéro. Quand je dis en partant de zéro, moi je ne savais pas ce que c'était un kanji, je ne savais pas ce que c'était un hiragana. Pourquoi je parle comme ça? Moi je suis pas italien. Bref, pour commencer, c'est vraiment parfait, donc plus d'excuses, suivez ces cours assidûment, tranquillement, dans l'ordre, et vous verrez, ça viendra. 勉強をすればするほど初めに思っていたより興味が深くなって、徐々に真面目に勉強するようになりました。1年半が経って初めて先生に、教えていただいたところ、ねロバさん、今までどこで勉強したんですかと聞かれて、YouTube でCours de Japonaisというチャンネルがあって、いや YouTube の話ではなく、今までどちらの学校で勉強したんですかと聞いてるんですよ、と言われるほど喋れるようになりました。つまり、ジュリアン・フォンタニエ先生がいなければ一人で日本語を学び始める自信を持っていませんでしたので、万が一先生がこの動画を、ご覧になったら、先生大変お世話になりました、ありがとうございました。お名前を伏せますが、フランスと日本の先生も誠にありがたく存じております。感謝を申し上げるより他ありません。
YouTube、フランス、日本の、先生の貴重なご指導に加えて、いろんな教科書を読んだり、もちろんその教科書の、練習や宿題をしたり、日本の映画やドラマやアニメを、見たり、振り仮名のある漫画を読んだり、聞く練習として意識に聞かずテレビやラジオを、つけたままにしたり、相撲を見たり、もちろん日本人と友達になって、会話や LINE したりしました。教科書を嫌がる人が多いみたいんですけれども、正直に言ったら確かに教科書だけで、自然に話せるようになれないのが分かっていますが、いいところもあると思います。例えばこの本は、教科書というより日本語の動詞を中心とした本です。自然な、使い方や表現を、あまり含めていませんが、各活用形の作り方を、はっきり説明していますので本当に助かりました。これを読んでから、教科書か先生に新しい文法とか、教えていただいた時、すでに動詞の活用形が分かって、なるほど、この活用形で、こういう使い方もできるのかって思って、覚えやすかったんです。普通の、教科書では日本語の、活用がなかなか説明されていませんので、この本は、めちゃめちゃ便利です。動詞の活用の話なら YouTube のミク先生の素晴らしい動画もおすすめしたいです。実はミク先生の動画も結構見ていますが、動詞の最後のひらがなによってどうやって定型にするかすごく覚えやすい方法を、教えてくださる動画は特に最高だったと思います。うつるってむぶぬんで食いて食いでいくいてくるきてするしてすしてみく先生この歌ほんまに助かった、ありがとうございました、みく先生、イェイイェイ Country road take me home to a place この歌で、思い出しましたが、Netflix で見られる Lucky Logan というコメディは、すごく楽しくて、この歌で美しいシーンがありますのでおすすめします。日本語というのは決まったルールに従う言葉です。特に例外の多いフランス語に対して、もちろん自然な日本語も勉強する必要がありますが、フランス語や英語と日本語の文の作り方などは真逆だと言えるほど違いますので、ルールを勉強しない限り全く進めません。いくら聞いたり喋ったりしようとしても、真面目に勉強せずに覚えられる言語ではないと思います。とは言っても、振り返って勉強に非常に必要だった点が5つあると思います。どんな言語の勉強にも、役に立つかもしれません。1点目、毎日勉強すること。毎日。10分でもいいんですけれども、あくまでも毎日勉強しないといけません。漢字の復習なり、教科書の問題なり、何かのアプリで単語を覚えるなり、文章を書くなり、何でもいいんですけれども、少なくとも10分毎日勉強するべきです。もし状況により全く勉強できなかった一日があったら、翌日さらに勉強することです。2点目、日本語というか勉強している言語で喋る機会があったら、他の言葉を全く使わないこと。フランス人で英語圏出身ではないのが役に立ちました。英語ができると言っても、自分がフランス人で相手が日本人なら英語で喋る意味がない気がします。やはり相手の英語が僕の日本語よりすごく上手だったら、
英語にしてもいいんですが、そういう場合以外、英語で声をかけられても日本語で答えることにしました。意識的に決めたわけではありませんが、振り返ってそうしているのに気づきました。そのおかげで喋るのも上達しました。難しい場合、すぐに英語か母語にしてしまったら上達しません。例えば、複雑なことを言いたいとき、失敗が多いのも、単語が足りないのも構わず、他の言葉も、電子辞書とか Google 翻訳とか、使わず、今のレベルで頑張って言える方法を考え出すのが、上達につながります。3点目、自分に興味のあることを見つけること。僕なら映画に加えて相撲でした。相撲にハマってしまったからこそ、楽しみながら、解説者などの日本語を聞いて努力せずに、面白い勉強になりました。東方、大関、貴景勝、兵庫県芦屋市出身、常盤山部屋。ただいまの決まり手は小手投げ、小手投げで白鵬の勝ち。英語も、学校で勉強した上にアメフト、プロレス、テレビシリーズなどを見て覚えました。4点目、自分に応じたルールを決めて厳しく守ること。例えるなら、漢字の正しい書き方を覚えるために、まだこのノートに書いてない漢字は、携帯などで入力してはダメといったルールを決めました。メールとかでまだ勉強していない漢字を使いたかったら、辞書で調べて、書き方、読み方、その、漢字が入っている単語などを見て、3回早く書いて1回きれいにこのノートに書いてから使ってもよくなるということです。こんな感じで、いくつかの、自分の勉強のルールを決めて厳守すればいいと思います。5点目、最後の点はさっきの4点より大切なのかもしれません。自分の好きな学び方を探すこと。人類全員に一つの、ふさわしい勉強の仕方があるわけがないのです。人によって、適切な勉強方法が違うはずですね。しかも言語を勉強するのに努力が不可欠だと言っても、何年にもわたって、努力を続けるために楽しまないといけません。全く楽しくないといつまでも我慢できないでしょうね。なので、いろんな勉強の方法をやってみて進みながら、自分の好きな学び方を作ったらいいと思います。大まかに言えばこんな感じで勉強しています。現在形、自慢しても、試験に合格したから日本語できるぞと思ってもいいわけがないからですね。まだまだいろいろ勉強しないといけませんので、外国語を勉強している皆さん、お互い頑張りましょう。自分の勉強の仕方を、コメントで教えてください。日本人の皆さん、何の言葉を勉強していますか？ Les Français qui étudient le japonais, comment vous vous y prenez? Vous en êtes où? Dites-moi tout ça en commentaire. もちろんいいねボタンもチャンネル登録もよろしくお願いいたします。